こんにちは、カニゴでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。セコガニっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。セコガニっていうことでね、今日撮影会で市場にふらーっと行ってきたんですよ。そしたらですね、カニが多かったんですよ。ほんで、セコガニが意外と安くて、これ1杯ね、300円ぐらいで売ってたんですよ。ほんで、外子もね、そんな出てないんですよ、まだ。まあちょっと出てますけど、まだこの中に内子としてたっぷり残ってる状態だなと思いましたので、ちょっと作りたかった料理を今日作っていきたいと思います。それがですね、カニの内子の醤油漬けです。僕のカニ料理といったらやっぱカンジャンケジャンを思い浮かべる方多いと思うんですけど、カンジャンケジャンはこのカニを丸ごとつけて身も卵もトロットロにして食べるっていう料理なんですけど、今日はこの内子だけを醤油につけてご飯の上に乗せて食べたいなと。一説にはね、極上のウニよりうまいと言われてる料理ですね。めちゃくちゃ楽しみなんですわ。で、昔一回このね、セコガニを丸ごとカンジャンケジャンにしたことあるんですけど、なんか雑味が出てね、あんまり美味しくなかったんですよ。やっぱこのエラとか、この甲羅の隙間とか、こう、なんかいろんな汚れが出ちゃって、なんか生臭かったんですよね。でも、内子だけだったら多分すごく美味しく作ることができます。なんで今日は、このメスのズワイガニ、セコガニですね。セコガニの醤油漬けと、あと香箱も作ろうかな。一匹香箱ガニを作っていきたいと思います。よし、じゃあ香箱用のやつ、これ大きいな。これ香箱にしましょう。香箱ガニっていうのは、カニの甲羅の中に内子、外子、身、全部詰めるというキングオブ食べやすいカニ料理となっています。これ茹でられてポンと一匹で丸ごと出されてもなんかもう困るじゃないですか。いやこれどうやって食べるのって。それを全て省いた料理ですね。高いお寿司屋さんとかにこの時期に行くと出てきたりしますね。本当に高いところですよ。めちゃくちゃ手間かかるんで今日はそちらも作ってみましょうか。じゃあまずこちら洗っていきますね。いや今日はねふらーっといったつもりがいい魚がいっぱいあってついつい何品か買っちゃいましたね。いっぱい撮影しなきゃ今日は。でこの段階で外子もきれいに洗っておくんですよ。この茹でてからはこの外子固まっちゃってきれいに洗えませんので、外子も食べる場合はこの生の状態でこうやって洗うことですね。これが大事です。外子って結構汚れてるんで、この段階できれいにシャバシャバシャバーって。でもあんまりゴシゴシやりすぎると外子外れちゃいますんでね、シャバシャバーっとこんな感じですね。では開けてみましょうか。いただきます。ではまず閉めていきます。口から入れて、でここに心臓がありますんで上にグッと上げてスライド、はい、そうするとギューッとこうやって閉まりました。そしたらふんどしを外してこの外子は外子で集めて中に入れておきますね。でねほじるとこうやって取れますんで、この外子はねでも結構好き好き分かれるんですよね。内子はクリーミーでうまいんですけど、外子はね細かくボソボソプチプチって感じなんですよね。僕は外子より内子が好きです。さあそしたらどうだ、内子は入ってるかな。うわ入ってますね。うわこれ素晴らしい身入りですね。最高です。そしたらこれをかき出していきます。嬉しい誤算だな。味噌もたくさん入ってる。味噌は味噌で入れましょう。でこっちにもついてるのでこっちも外子を外して、でこっちには味噌。味噌たっぷりだな。これはいいな。これ味噌もたくさん入ってたんで味噌と内子のハーフ&ハーフで丼作ろう。身もボイルしてほぐし身にしてカニ丼を作ろう。1匹のセコガニから内子と味噌このぐらい取れました。これ意外と取れるもんなんですね。でこういう感じで残りもどんどん剥いていきます。でこの外子はこうやってねどうやってくっついてるかというと筋みたいなのが通ってて、そこの周りにこの外子のつぶつぶがいっぱいついてるんですよ。まあブドウみたいな感じですね。筋をこうやって今プチッと切れちゃったんですけど、必ず筋から外すこと。卵をこの筋が口の中入るとめっちゃ不快なんですよ。ちゃんとこうやって外すことですね。はい、ではこのように剥き終わりました。そしたらこちらの外子と味噌、こちらは蒸していきます。で外子と味噌に少しだけ日本酒を振ります。本当に少しだけで蒸し器にセットでセコガニも1杯、はい、これで蓋をして10分ほど蒸していきます。そしたら氷水を用意してそこに日本酒でざるを置いて、でそこの中でこの内子を軽く洗っていきます。これで臭みを取っていきます。このまま醤油漬けると少しカニの内子のえぐみみたいな表面の臭みが残ってると思いますんでね、日本酒を水で薄めた氷できれいに洗っていきます。のが気持ちがいいと思います。わーでも4匹でこんだけか、かなり贅沢だな。
はい、OK。そしたらボウルに移して、少し昆布を入れて、でここにお醤油を入れていきます。お好きなお醤油。今日は僕は濃い口醤油の乾燥したししゃもと昆布とか鷹の爪が入った瓶に入れて、旨味をつけただし醤油、これでつけていきます。これうまいんじゃないかな。でこれで冷蔵庫で1日寝かします。はい、では蒸し上がりましたと。はい、こちらですね。これが外子固まってますね。これが味噌ですね。うまそう。うわ、もうこのままスプーンですくって食べたい。そしてセコガニの姿ですね。よし、じゃあこちら剥いていきましょう。はい、じゃあ香箱ガニ作っていきましょうか。じゃあまずはふんどしを外して外子を外していきます。はい、 OK。 そしたら甲羅を外していきます。うわ、うまそう。やっぱ今の時期最高ですね。もうちょっと時期が経ってくると、この中の内子がどんどん外に出てっちゃって、この全部この外子になっちゃうんですよね。今だけですよ、こんだけ内子がパンパンなのは。そしたら内子を外していきます。このね、内子はここの隙間という隙間にまで入ってますんで、そこもしっかり取っていくと。で、ここにくちばしがあります。で、くちばしは外しちゃいます。で、くちばしの裏にもこうやってたくさん卵入ってますんでね、この卵はしっかりと落としていく。この状態ですね。で、ここ、味噌ですね。立派な味噌が入ってますんで、味噌も外していきます。そしたら次はこの足の処理ですね。まずは足外していきましょうか。はい、足が外れましたら、胴の身を半分に割ります。押さえて横から入れて、この状態。そしたら立てて、一気にズバッと。こんな感じですね。そしたら胴の身は竹串などでこうやってほぐして取っていきます。できるだけ殻が入らないようにね、丁寧に竹串で取っていきます。すっごい地味な作業なんですけどね、これ塵も積もれば山となりますので、根気よく取っていきましょう。このセコガニは卵がとても美味しいんですけど、身もすごく美味しいんですよ。ちっちゃいからといって味が薄いとかいうわけじゃないんですよ。でしっかりとこうやって身も取っていくと、またね、これ楽しいじゃないですか。こうやってほじくる作業も。苦労した分だけこういうのはね、うまいんですよ。ほぐすのは一苦労ですけど、食べるのは一瞬ですからね。はい、胴の身が取れましたら、次はこの足の身ですね。これ足はですね、この第一関節だけ使います。なんでこの第二関節、第三関節、ここら辺はもうポキッと取って、で筋だけこうやって外します。この状態です。こういうことですね。筋だけ外していく。こうしてこう。これね、まっすぐにビュッと引いちゃうと身もひっついてきちゃう可能性あるんで、こう折ったらちょっと曲げて、こうして引くとうまく筋だけ取れますね。折り曲げてこう、折り曲げてこうです。このような状態になりました。そしたら太い方、ここをもう少し切ってあげます。この状態で、細い方も少し切ります。こんな感じにしておきます。で、こう斜めに入ってるじゃないですか。この斜めにこう1個落として、こうなりますよね。そしたらここも少し落とします。V の字に落としてもいいですね。なんでこういう風に落とすかと言いますと、この状態のものを綿棒でぐるぐるってやって身を押し出します。で、押し出すときにここが幅広く取れてないと身がね、つっかえて出てこないんですよ。なので幅広く切る必要があるんですけど、でもここまっすぐバスッと落としちゃうと、ここの分だけもったいないじゃないですか。なので V 字にここ入れて、こういう形にすると、そうするとここの肉が残りますよね。少しでも身をつけるということですね。さあ、そしたら綿棒ですね。必ず細長い方から綿棒で入れてください。太い方からやっちゃうとうまく出てきませんので、必ず細長い方から綿棒で押し付けてギュッと全体重を乗せます。そしたら綿棒でクリ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 と。ちょっと失敗しました。すごくショックです。赤い方はね、硬かったです。そういえば。そしたらこの白い方を上にして、白い方からくる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 っと、ほら出てきた。ちょっと鮮度が良すぎるプラス、今日茹でじゃなくて蒸しなんで、ちょっと上手にニュルっと出てこないですね。ちょっとうまく出てこんな。くそ、ボイルにしときゃよかったな。これきた。ちょっと最後ミスった。これいい感じですね。こんな感じですね。本当はもうちょっと綺麗にできるんですけどね。今日は失敗ですね。これ去年かどっかの動画で作ってますんで、またそっちも見てください。多分そっちは成功してると思います。で、残った足もこういう風に剥いておきました。で、こんな感じですね。これが正解です。こんな感じになれば OK です。
そしたら甲羅にまずカニ味噌で、カニの胴のみですね、どさっと入れます。そんで打ち粉もどさっと。そしたらここに並べていきます。この赤いところを見せながら盛り付けるととても綺麗ですね。はい、こんな感じ。そしたらここに外子ですね。外子もこうやって丸めて、この口のところにポンと置くと。はい、これでセコガニの香箱盛りの完成。そしたら明日醤油漬けと一緒に食べたいと思います。1日後に移動。はい、そしたら1日経過しました。いい感じに使っております。そしたらあとはもうご飯に乗っけて食べるだけ。酢飯か白米かだよな。まあでもね、これ醤油漬けなんで白米の方がいいかな。そしたらお皿に白米。そしたらちょっと真ん中に穴開けて、どうしような、これな、センス出るな。海鮮丼みたいな感じにしましょうか。まずはホタテですね。ホタテを乗せてミニ海鮮丼でいきましょう。そしてカニの甲羅もここにどしっと置いちゃいましょうか。そしたら醤油漬けの醤油を切って、うわすげえ、ウニみたい、バフンウニみたいですね。で昆布を取り除きます。よし、そしたら真ん中にたっぷりと。そしたらカニ味噌ですね。蒸したカニ味噌も周りに敷き詰めます。うわ、いい匂い。カニ味噌の濃厚な匂いが漂っております。ちょっと見た目悪いな。じゃその見た目の悪いのをイクラでカバーしていくと。イクラを乗せて、お、いいですね。ちょっとでも緑が欲しいな。刻んだ朝月をパラ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 ーっとかけていきます。そしたらわさびをスリスリでちょこっと添えて、はい、これでセコガニの打ち粉を使った丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。はい、こちらがセコガニの打ち粉を使った丼ですね。贅沢なのできたな。この打ち粉の醤油漬け自体がものすごく味が濃いので、もう醤油とかかけなくてもいいと思います。打ち粉、まず打ち粉だけでいただきますか。こちらいただきます。どうだろう。うわ、まっ、これやばいな。濃厚。これだけで食べるんだったらちょっと醤油が強いかなって感じですね。もう少し薄醤油でもよかったかも。ただこれご飯と一緒に食べるんだったらこのぐらいがいい。いただきます。やっば、まっ。はっ、ちょっともう一回いいですか。打ち粉、ホタテ、味噌も一緒にいくんですよ。味噌、これです。これがいいです。これです。いただきます。やばすぎる、これ。崩れ落ちるうまさなんですけど、セコガニの食べ方はこれかも。うまっ。家で食べる料理じゃねえ、高級店の味がしますね。これね、ちょっと料理屋さんやってる方、お店で出してみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃうまい。これカニ好きのお客さんはうなるよ。うまっ。これうちこ醤油につけましたけど、つけなくてもよかったかもしれないです。もしかしたら刺身みたいな感じでお醤油につけて食べるぐらいでよかったかも。なんなら軍艦にフレッシュなうちこ入れて、普通にウニの軍艦みたいな感じして食べたらめっちゃくちゃうまいと思う。もちろん醤油漬けもうまいんですけど、これね、つける必要あったかなって感じですね。うまー。ちょっとね、禁断なことしますよ。ここにこれ乗せて、身と一緒に、うちこも入ってる。いただきます。火が入ったうちこと生のうちこ、そしてカニの身一緒にいただきます。うまっ、うまい。一生懸命剥いてよかった。幸せだよ。はい、ということで今日はこちらのカニのうちこの海鮮丼ときましたら、お飲み物をこちらやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。早く飲みたい。体がアルコールを欲しておりますね。よっしゃー。
はい、こちら、7対3ではないな、どう見ても。6対4ですね。いただきます。うめえ。とろけますわ。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。今日はセコガニの内子を使ってセコガニの内子の醤油漬け作ってみましたけども、あれはうまいですよ。ちょっと醤油が多かったかなと。あれ濃い口醤油だったらもうあれの5分の1の量でよかったかもしれないですね。で、つけるんなら薄口醤油でよかったかなって感じですかね。いや、濃厚でね、めちゃくちゃうまかったですね。あれ醤油漬けしないで軍艦にして食べたい。これちょっと濃い口醤油2、3滴ちょんちょんって垂らしてね、食べたら最高にうまかったと思います。少し濃かったかな。で、もうすぐね、渡りガニの内子が最高の時期になりますんで、まだちょっと早いんですよ。1月、2月ぐらいですかね。になったらケジャンの動画とか、いろいろやりたいこといっぱいあるんでね、年明けが楽しみですね。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。